guys! 皆さんこんにちは。今回は僕の YouTube 初企画、東南アジアンドリーム、東南アジアに夢はあるのかということでやっていきたいと思います。第1弾なのでまだどういう風にやっていくか定まってないんですが、今回は山下修也選手に Vlog を撮っていただいたので、それを見てみんなでどんな感じに、東南アジアのサッカー選手は過ごしているのか、そして動画を見終わった後は山下選手との対談がありますので、そこで家賃だったり給料面だったり、いろんなところを根掘り葉掘り聞いている対談動画があるので、ぜひそっちだけ見たい人はそっちだけ見てください。それでは山下選手の Vlog 見ていきましょう。おはようございます。今日は練習日の一日。練習日の一日、どんな感じですか？毎日ジョギングは偉いな。こういうクリニックがあったり、ここには、結構人気があったカフェがあったんですけど、数日前にクローズしてしまいました。ここ僕も住んでましたが、カフェお気に入りでした。次回もカフェが入ることを期待して待ちたいと思います。修也はコーヒー1日4杯ぐらい飲むからな。でもコーヒーラバーすぎるからしたらすごいありがたいです。自分から言ってたが、家の敷地内にはこういう人工芝の子供たちが遊ぶスペースがあったり、午前中行ったジムがあったり、ここにはめっちゃいい家。結構広めなプールもあります。シンガポールは常夏なので、こういうのがオフの日にしてノーマルなんですよね。ここにはジャグジーがあり、ここは多分ファンクシ日ョンルームっていう本だったら人が集まってありえない最高な待遇で過ごしていまこすっちは子供用のプールがあってっていう感じで、とても充実した生活ができています。今日は充実したのが顔に出てま一す。緒に子供たちとサッカーしているところに僕も今日はこの日ね、参加させてもらいます。今日の会場はここです。あれ、遅刻してる。この日山下遅刻しました。道混んでたとか言って言い訳してました。僕は結構子供にサッカーをしてるの好きなんです。意外にちゃんとコーチやってますよね。もうすでに声ガラガラなんて。今日の昼ご飯この後1時間やったんですけど、声潰れました。うまいんだよな、ランチ。今日のランチの第1弾はこれです。第1弾。第1弾。もう一個来た、もう一個来た。サッカー選手の昼飯の量こんだけです。今思えば頼みすぎやろ。普通の定食と丼とサラダ2つ、サラダ2つ。日本人は食べて育つから。足育ちすぎだから太もも育ちすぎない。いただきます。修也のお風呂にバカネがかき込まれた。これはやばい。これは舐めてたけど、写真だけ見たらちっちゃかったんですけど、頼んだらバカでかかったっす。ガチ食べたいんで。俺顔おっさんやな。今から練習です。ここはこの前試合でも使用したスタジアムでいつも練習しています。めちゃくちゃいいスタジアムだよな。暑いので、僕もここで5年間やってたので、めちゃくちゃ素晴らしいスタジアムだって今でも感じます。挨拶しています。試合後に。おはようございます。今日はオフの一日を撮っていきたいと思います。今日はバーベキューを今日は顔腫れてないするので、その様子も撮っていけたらなと思います。今日の自バーベキュー分のマンションについてるバーベキュー家がか。ここにあるんですけど、その家の敷地内にあるテニスコートの横のバーベキュー場でテニスコートもあるっていうのがね、シンガポールの本土では普通ですからね。ゆきさん、イケメンすぎる。気合すごいから。今日の材バ料ーベキューいいすごいです。な。なんかバーベキューっぽくない材料ばっかやん。サザエ、今見た感じ。サザエズワイガニ、エビもあるし、これは何ですか？ズワイ貝っすね。はい、そう。貝に貝？肉じゃないの？肉とソーセージだけやろ、バーベキューって。日本の食材をシンガポールで食べれるという。しかも日本の食材なんだ。ビールサーバー相当高いぞこれはシンガポールにあるおビ店のールサーバーまで。なんでビールサーバー持ってないの？方たちが取り寄せてくれてます。なんかデコボコみたいなのあんじゃん。いちご？待って待って、肉どこ行った？肉。
金柑じゃないですか、多分。で、マンゴー。で、マンゴー。シーフードバーベキューシーフードバーベキューやけ。すごいな。バーベキューのクオリティじゃない。ホタテ今日のでかっ。肉が届きました。あ、肉あった肉よかった。これ二重になってるやん。いや、めっちゃ高そうやな、おい。このラインナップでこれほんと、現地人からしたら相当高い肉です。日本人そうだ、めっちゃいるんだ。2、4、6、7。7人日本人いるんですね、このチームは。で、オーナーは元日本代表のリー・タダナリさんがオーナーをされてます。あ、オーナーじゃない、バイスチェアマン、副代表をやってます。誕生日誰か関係ないいやー、オフなのにサウナとか行くんだ。いかつ。リカバリーしていきます。真面目やな、みんな。シンガポールで整ってるやん、みんな顔。に入る。最高だ。いいねおはようございます。今日は試合の日です。今日はダービー戦なんで試合の日、顔腫れすぎやろ、寝起きで。いい準備していきたいと思います。朝ごはんはいつも試合の日、試合じゃない日関係なく、あんまり最近は食べない方が体の調子がいいんで、それめっちゃわかるわ。ほんとコーヒーともうシンプルに年取ってきたからわからんけど、試合前に必ずコンプレッションブーツ少しの方が体がいいんをだよな、使用し、血流の流れを良くしています。基本的には1日1回、使うようにはしてて、リカバリー効果などがあります。試合に持っていくものを紹介します。まずはタンピネスのね、着替えと、アクティブバイタルさんのソックス、足首を常に守ってくれたりして、これめちゃくちゃサッカー選手で使ってる人が多い履きやすくずっと使ってます。で、ミズノのレガース、大学の先生がプロダクトしているソマニクスという会社の釣りにくい、そして疲れにくいという効果がある針のようなものです。ただこれはプラスチックでできています。で、ジャコラさんのプロテイン、クエン酸、アミノ酸をいつも試合で使っています。これを使うことで、コンディションが落ちなかったり、1試合通して継続できるものに手助けしてもらってます。で、香水、足が本当につらなくなるので、ぜひ気になる人は一番買ってください。大事なスパイク、水の紐の色どうした？今日はこの2足で戦っていきたいと思います。では、なんかすごい左の靴色にして試合る。の準備としていつもジムでバイクをこいでます。練習の日はジョギングして、試合の日は今は昼ご飯の材料バ買いにイクのスーパー行ってパターンですね。ます。シンガポールのスーパーはまあこんな感じですね。さすがに日本とは違うんですけど、でもまあ基本的には何でも揃ってるんで困ることはないかなって感じです。スーパーにも日系のスーパーがいっぱいあるんでねこういう。ふうにいろいろ洗剤が売ってたりするんで、何不自由なく買い物はここでできます。ドンキとかもありますし、試合の日の昼ダイソー食はもあるので。カレーです。最近は親子丼だったりカレーだったりとご飯をこれは多く取ることぐらいしか僕は気遣っていませんが、これで体の調子がいいのでこれを継続していきます。では、なんかザ一人飯っていう飯やな。いただきます。今日の試合会場はここタンピネスハブです。タンピネスハブには、こういう風にシンガポールでいうホーカーセンターがあったり、中央には舞台があったり、いつも普段はこう映画館みたいになんか無料映画館みたいな感じになってます。これが本当こういう場所にスタジアムにサッカースタジアムがあるというとても特別な環境の中で今日はホームゲーム戦っていきたいと思います。長崎も今のこのスタジアムをモチーフにして参考にして作ったって言われてます。すごいの俺は。外国人チェンジングルームこんな感じです。ビッグプレイヤーと違ってこうやくん。今日のスこタジアムれですよ、スはタジアム。ホーム OTH です。スタジアムはこんな感じでスタジアムす。ただシンガポールならではの正面が図書館で、右側が映画館、試合は左が先ほどのホーカーセンター。多分遅れると思います。わ、この日試合遅れちゃったのか。半径2km 以内に雷が鳴ってると、あのアラームが鳴って試合ができない、練習もできない。
グラウンドに入っ This てい is けない going っ to て be い the うのが site of the Eastern Derby. Very rare time, I must say, in the SPL where I can tell you, kept the ball well. Kazama. Oh, he's managed to get through the defenders there. Unfortunately, we've just been told that the lightning warning system has been activated. That's why we did start late, by the way, in case people... The better their team would be shaping up for the next few minutes. Here's Kobayashi, it's a good ball in! It's a second goal! A second header! Can they get a shot away? A good chance, Ignatovic. It could be a goal! Turns that over. It's a good-looking ball, actually, for Shota Yokoyama. Can he score? He does! Oh, what control there from Shota Yokoyama. Nasru Nazari. It's over the keeper! Players up. Trying to get the ball in. Oh, it has found a way in. Jacob Murder. All the very best to get through. It's good work from Taufik Subano. Oh, they've got a goal! A late goal here. Unbelievable stuff. Hide Gashikawa has given BG Japanese Rovers an unlikely win. お、4-3、えぐい試合してるじゃん。帰ってきました。いろいろありました。まず7時半キックオフやったんですけど、現在の時間は12時過ぎてます。12時夜の開始10分試合をして、シンガポールの特徴でもある雷が鳴ると、その会場にあるアラームが鳴って、アラームが鳴ったら即座に試合を中断しなければなりません。そこで前半10分プレーした後に2時間の待機がありました。で、再キックオフが体温めるのが9時大変だ40分、からな。7時半の試合なんですけど、9時40分に再スタートしました。 7時半本来であればが9時40分はもう試合が終わってる時間なんですけど、今日は2時間の待機の後、9時40分リスタート、前半 10分からのスタートでした。結果は4対3で、多10分で分リスタート。今までにもこの後にもないぐらい劇的な勝ちでした。ゲイランとはダービーマッチで毎回何かが起こりそうな雰囲気がある試合になります。そこでいつも前回のアルビレックス戦からゲイランとタンピネス修正できず2対0から3対2にひっくり返され、ただそこで全員が諦めなかったことでなんとかアディショナルタイムに4対3に逆転することができました。いや、すごかったです。すごかったですけど、正直センターバックの僕からすると3失点は素直に喜べないっていうのはあります。ただチームが勝ち点3取れたことは本当に嬉しいことですし、1位のセーラーズに食らいついていけてるっていうのは本当にチームとしてもプラスなんで、この課題を勝って修正できるのがベストだと思ってたんで、勝ってこれをまた1週間の練習の中にしっかり落とし込んで、次の試合のバレスティア戦で無失点で勝てるようにまた良いトレーニングしていきたいと思います。ためによらず真面目なんよね。もう12時過ぎてるんで寝たいと思います。おやすみなさい。はい、今回出演していただいた山下修也選手に来ていただきました。今から、根掘り葉掘りシンガポールリーグ、東南アジアのことを聞いていきたいと思うのでよろしくお願いします。お願いします。実際やってみてシンガポールリーグって J リーグに比べるとどのぐらいって感じますか？正直 J リーグは、僕はプレーしたことないんですけど、見てる感じやっぱり J リーグに比べるとまだまだ伸びしろがあるリーグかなっていうふうに思いますし、僕が来た5年前は得点失点が多いすごい乱打戦のような試合が多かったんですけど、今はすごいロースコアも増えてきて、シンガポールの国内のやっぱサッカーレベルっていうのはやっぱ年々上がっていってるなっていうふうに感じてます。ぶっちゃけ家賃とかボーナスとかどういう待遇なんですか？もちろんチームによりますけど、やっぱ基本的には外国人選手は家賃はクラブが全部出してくれたり、全持ちで、家賃も本当日本と比にならないぐらい高いんで、クラブがそこを負担してくれるのは本当、選手にとってはすごい助かる面で。今住んでるところはどのぐらいの金額？今住んでるところ日本円で多分30万ちょっと。ワンルーム 1L か 1L で35万ぐらい。しかもシティからはちょっと離れた場所で。そうだね、高すぎるよな。でチームの外国人選手の給料のレンジはもうそんな正確じゃなくていいんで、こんぐらいからこんぐらいかなっていう。
大体どんぐらいやろ、下で行くと月45万ぐらいから100もっとか、だから一番上だと奥行くんじゃないですか。自分のチーム。で俺のチームはいかんっすね。で俺のチームやったら月100ちょい出る人いるんじゃないですかね。いや多分みんなびっくりしてると思う。シンガポールリーグってそんなもらえるんだってそう多分思ったよりもらえるんだなって思ってもらえてるかなと思う。俺もこっち来て思ったっすね。だって家賃とか払わなくていいから全部手取りでもらえる。そうそうそう。そこはすごいいいところだよね。日本人選手が通用する武器って何だと思いますか？結構シンガポールリーグって日本人めっちゃいると思うんですけど。日本人がやっぱり武器とするところはやっぱり僕はサッカー IQ が高いとか、本当真面目に90分間戦い続けるハードワークするってところは本当に日本人の一番の良さやし、まあそこは他の外国人とかよりもやっぱり本当状況関係なくスコア関係なく最後まで戦うという姿勢は日本人の良いところであり、まあ多分みんなシンガポール人含め多分他の国の選手たちもそこは日本人をすごい尊敬してる部分で、練習からやっぱり 100% でやるし、やっぱそれが試合に出てるっていうのは日本人が評価される一つの武器かなって思うのと、やっぱりサッカーの IQ っていうのはすごい日本人はそういうところサッカーで勉強するんで、そこはすごい活かせてるなっていうふうには感じてます。じゃあ逆にシンガポール人が日本人より勝ってるっていう面はありますか？シンプルに身体能力高い。あ、そうだ、身体能力やばいね。ジャンプ力とかそのリカバリーの日とかでもサッカーテニスとかやるチーム多分多いと思うんですけど、そのサッカーテニスの質が日本と違う。その日本だとどうしてもミスマッチとかサッカーバレーにしてもミスマッチのイメージがあるのが、本当にセパタクロ、イメージで言うともっとセパタクロみたいなオーバーヘッドして立つみたいなのが普通に何人の選手もやれたり、頭いい。あとはそもそも勉強できる国やからそれをサッカーに生かしてる選手も、まあ結構いるんで、賢くサッカーする人もずる賢い人もいる。そうだね。いい意味でも爆注して手使わないで着地したりできるからね。で海外で日本人のその挑戦したいと思ってる人が成功するために一番必要だと思う能力やマインドって何かあります？常に謙虚にハングリーにやり続けることかなと思います。やっぱどのチーム行ってもどの国行ってもやっぱり人が出るスポーツやと思う。てか何でもそうですけど、人っていうのがやっぱ一番に出るんで、いろんな国の選手と自然と仲良くやるっていうのはやっぱサッカーにも生きてくるし、僕とか普通に私生活でもチームのシンガポール人の選手たちとこう外にコーヒー飲みに行ったりご飯食べに行ったりとかするんで、やっぱそういうのは本当試合の中でもちょっとしたシーンで生きてきたりっていうのはすごいあるんで、現地にまず溶き込まないとね。そうやっぱその地に行ったら流れに従うじゃないけど、そこでやっぱうまく順応するってことが一番大事かな。それは間違いないと。海外に行くことへここに来る前になんか怖かったこととか恐怖ってありました？海外に来ること自体がもう恐怖で、本当そこは心配で、やっぱり僕がこうシンガポール来た時とかもやっぱコロナが一番多かった時代、でやっぱ外にもどこにも出れない中でこういう機会をアルビレックス新潟シンガポールがくれたんで、その機会をくれたんで、やっぱそこに、来ることに対しては最初はやっぱ不安、やっぱ言葉の壁だったり環境とか文化の違いだったり、ご飯が大丈夫かなとか、そういう部分があったんですけど、やっぱり来てみたら本当にいい国やし、僕自身日本にいてもここにいてもあんまり変わりないぐらいすごい快適に過ごせてる、気がついたらその恐怖感はなくなってるなっていう感じかな。コロナの期間とか本当にシンガポールは特に制限がすごかったから。すごかった。なんかやばかったエピソードがある？いや、まずシンガポール着いて自分たちのその監督とかチームメイトとかそういう人たちに会う前に空港着いたらもう流れ作業かのようにPCR 検査させられて、鼻に入れて、その後にもうランダムで、シンガポールのホテルにそのまま送られて。別室のやつやったの？クオレンティーンってやつね。あれ2週間もう窓も開けれないし部屋の外にも一歩も出れないし、あれやばいな。もう2週間その本当に一つの部屋に缶詰みたいな感じで、あれはすごかったなっていう。でもご飯扉の前に置いてもらって、その時だけドア開けれる。ドア開けるだけでも足一歩出したらもうアウトね。なんかそう
チームの関係者の人にもそう罰金と、いや帰らされるの帰らされる。帰国させられてる。僕の奥さんと娘も娘が生まれてから2ヶ月でこっち来た時にその期間だったから、あれやばいな、子供いたらもうあれはしんどかったって言ってたね、ほんと。あれホテルによって当たり外れあって、いやマジそれな、いいホテルだ外れだったからな。いいホテルだった？いいホテルやけど部屋は狭かった。あーだから結局まあ当たりの子やとは思うけど、他のホテルに比べて全然マシ。俺のホテルマジやばくて、風呂と部屋がもうつながってるホテルだから、はいはい、で風呂の上天井が開いてるから、その煙が部屋に入ってきちゃって、それで換気もできないから、もう上から水しぶきっていうのはポタポタはいはいはい、つららのように垂れてきた。気候にもちょっと慣れるの心配やったな。2週間やっぱこうホテルの部屋で生活して、そこからこう日本よりも暑いって思ってたところにホテルから出た次の日から練習やったんで、しかも冬の時に来たんでね。そう、冬の間やから日本は寒いしこっちは暑いし、じゃあ常夏なんで。だからもうやっぱホテルのルーム内でもう本当になんだろう、往復てか片道10メートルぐらいのホテルの建てを何百往復すること本当に頭おかしくなるぐらいそういうことしかできんかったかな。ウォーキングしまくってます。ぶっちゃけ日本に帰りたいって心が折れそうになった瞬間ってありましたか？僕ないかな。おお、じゃあ本当シンガポールあったって感じだね。シンガポールシンはガポールめっちゃいい国だからね。だからこんだけ、まあ今までこうやって残ろうっていうかここでプレーしたいなっていう気持ちになったし、じゃあ今戦い続けてる一番の原動力。やっぱ目標とか、まあ、もちろん家族とかもそうやし、やっぱり友達家族が日本から応援してくれてる、やっぱそういう人たちにどれだけサッカー自分がこう活躍している姿を届けられるかっていうところはもちろんありますし、やっぱり一つの自分の目標でもあるところに向けてどれだけ日々努力できるかやし、今年で言えば ACL とかっていうところはやっぱ日本ではまあ経験することがもう本当に J リーグのトップしかできない大会とかにもやっぱりシンガポールで出場して、さらにそこで勝ち上がることは今年はベスト8まで行けることできたから、やっぱそれを来年はベスト4でさらにもっと上っていうふうに目標を立てるってことが、まあ、原動力にもなってるかなっていうふうに思ってます。チャンスは本当めちゃくちゃあるから、ある日本じゃ ACL とかほぼ出れないけど、シンガポールだったら2チーム出れるから。だから次勝てばガンバとやれたりとか、そうだね。やっぱ ACL で日本でサッカーとか試合をするっていうのはすごい一つの目標でもあるし、大きいかなと思います。じゃあ最後に、さっき海外に出るのが怖かったって言ってたんですけど、多分そういう選手が大学生とか海外にチャレンジしたいっていう人で多いと思うんです。過去の自分が思ったように海外行きたいけど怖いって思って足が止まってる人、海外に行くのに、そういう人になんて声をかけますかね？行ってみたらいいです。本当に行ってみたら気づいたらその国が好きになってると思うし、で自分が今まで行く前思ってた恐怖感っていうのは気づいたらそれが全く気にならないようになるし、言葉の壁とかやっぱり日本人はどうしても、僕の勝手なイメージなんですけど、日本の国内でやっぱ旅行であったり、いろんなことが完結しちゃうから、やっぱ外に出る文化があまりまだ少ないかなって思う中で、そうでやっぱ一回外出ちゃうと結局あれ隣の県行った感覚だなぐらいの感覚で、それは言い過ぎでしょ。まあそうだけどでも本当に北海道に旅行行ったとか、本当に言葉が通じないだけでその別に困ることないし、でまあ住めば都じゃないけど、今まであった恐怖感っていうのは1ヶ月ぐらいで全部ほぼなくなったかなっていうふうに思います。もちろん言葉としてはやっぱ勉強も必要やし、英語もまだまだ学ぶ必要あるんで、それはもうやっぱ日々努力し続けることかなと思うんですけど、言っちゃえばね、言っちゃえばいい、本当に何でも。いろいろ考えすぎることはあるけど、言葉が全く喋れなくても結局言っちゃえばなんとかなるからね。そう、本当にそう悩んでる時間がもったいない。やりたいと思ってなら言っちゃった方がいいね、海外で。そこ大事だな、悩んでる時間が本当もったいないんで、そんぐらいの時間あったらもう現地行けば何かしら感じるものもあったり、まあ、気づくこともあったりとかで、それでもしダメだ合わなかったら日本帰ったらいいし、そうだね。何でもやってダメなら、まあ、また次の手段を見つけることが大事かなと。とりあえずやる挑戦することが大事かなというふうに思います。
がとうございます。今日は Vlog にインタビューにありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ今日出演していただいたのは、アジアの太もも山下修也選手でした。今日もてかこれからの山下選手の活躍もぜひ Twitter や Instagram 載せてあるので見てください。それではまたバイバイ。ありがとうございました。ありがとう。